おこれはまあたくさんこうじゃないかどうなんだろうかって考えてほしいところではありますが、一応僕としては、受精卵の大きさっていうのを見て、こうやっぱり家族愛というか、自分の戻る場所とか、自分が戻ってきてほしい場所を守るとか、なんかそういろんなことを考えたときに、命の起源みたいなものを書きたいなというところから「0.2ミリ」というタイトルをつけました。でこの立ち上げの段階で本当にもうよく知ってる人のプロデューサーからの話のところのこういう、ヤングキャラを題材とした映画を作りたいと思うっていうところの話をちらっと聞いて、それやりたいって言ったところが初だから、多分それ撮影もしてなかったんだよね。それでだから本当に立ち上げというか構想の中で話を聞いて、すごくそれが素敵だなと思ったから、なんかその瞬発力と直感みたいなものはすごくなんか大切にしたいなと思ったところというか、本当にちょっとだけこう風がこう吹くようにちょっとだけこう背中が押せればいいかなぐらいの気持ちっていうか、主人公の気持ちを明確に描こうとか、この映画の主題歌としてふさわしい曲を書こうみたいな、そういうことではなくて、なんかこう吹いてるものってこう流れてるものってなんだろうみたいなことをすごく考えたかな。だからなんかこういう風にしようみたいなことではなくて、僕が一視聴者としてこの映画を見た時にどんなイントロが流れてきたらすごくこう温かいものを持って映画館を出れるかとか、そんなことを考えましたね。いいな、ギターがとってもねえ、木漏れ日担当だね。木漏れ日担当しますそう、幕っぽくね。いいね。これもちょっと入れといてみるね。もうプリプロだマジで。上質プリプロ。上質すぎるね。やっぱあれだね、最後そんな盛り上がらなくていいのかもしれないね。なんかボーカルもそんなにうわーっていくと、映画の性質上もあるけど、なんかちょっと積極臭くなっちゃう気がしてて、なんか淡々ともう声だけ重なっていく、例えばとかで、僕のボーカルはそんなに熱を帯びていかない方がいいのかもなと思ってて、そうなるとやっぱドラムとかベースとかがもしかしたらそこまで全然盛り上がらなくていいのかもね。今グーって無理やり持ってかれる感じがしてんだよね。それって聞き手ももしかしたらそうで、この平歌のその1番までってやっぱ今までちょっとあんまりない音数だし、なんかこの感じは本当にフランス音楽みたいな感じが好きなんだよね。トントントンとかあってもいいかもしれないけどね。よっちブラシは違うのかな。そう、今そうブラシも1個いいかなと思って、でボーカルもなんかあんまりいっぱいダブりたいし、なんか揺れたいんだよね。小さな手こもレビーみたいなこうなんかローファイなマイクとかもあったらいいですよね。ね。そうね。中のリズムを知るとこ、あそこからもうなんかこうちょっとだけこうだよね。歌っていい。そうです。リズムみたいな。なんかあんま揺れない方がいいかもね、ローポーションの時は。いわゆる歪みのそのウェット感というか。そう遠くにいる感じだよね。
なんで楽しい作業なんだというのは、なんでテンションのチューニングみたいなのがすごくあれは難しいね、絶妙なあれだ、バイブスの楽曲だから、ちょっとすごくなんかこうドキドキしながら挑むんだけれど、むちゃくちゃ楽しかったなと思って。ああいう作業ってないじゃないですかね、本当に嬉しくてクリエイティブで、何の楽器入れようとか、どんなフレーズ入れようというよりは、どこになんか熱量に中心を置こうかなみたいなところが結構メインの作業だったような気がする。元木の世界観あるけどどうぞってできる元木もすごい、まあうちらのことを信頼してくれてるのも大前提なんだけど、なかなかいやでもやっぱそうじゃなくて、やっぱりこっちのフレーズでってやっぱりフレーズにやっぱり分からないからフレーズに寄っちゃう人もいるじゃないですか、多く。今日みたいなのはすごく気持ちがいい、本当にうおーってなった最後やっぱり聞いて。ちょっとなんかいろいろ試したいから、まず、サビ前までのブロックを取ろうかな。小さな手ごもれびそよ風、泣いて帰った日またそよ風、小さな手ごもれびそよ風、もう一回。泣いて帰った日またそよ風、愛を知る。はい、むずいですね。どこにいても何をしていても心にあなたがいる、すべてにあなたは生き、ただいまおかえり、頭作ってる時からそういう声が重なってわーってカタルシスがある中で「ただいまおかえり」が歌詞としてじゃなくて圧としてというか音像としてふって包まれるっていうのはもう構想としてありました。だから思わずフェイクで歌っちゃったとかいうことではなくて、こういう風に終わろうっていう構想を初めからあって、でも歌詞に入れなかったじゃないですか。それがなんか重要で、今を帰りでこの曲を終えるとそれが美化として終わるんですよ。美談として終わるっていうのがすごく嫌で、だから本当にそういう会話が行われたんじゃなくて、もしかしたら最後自分の中にずっと残ってるただいまとお帰りを自分の中で反芻してるだけかもしれないとか、なんかそういうなんか余白を残して終わりたかったんだよね、今思うとね。でもなんかその時はなんかそういう音像で終わりたいみたいなイメージがありましたね。ふわっと聴けて、ふわっと入ってきて、ふわっと温かくてみたいな、なんかそんな曲にしたいなと思って、まあ鍵盤を触りながらふわふわと口ずさんでいったのからこう始まるみたいな。だからなんかね、歌のふわりとかもちょっとこう定かじゃないみたいなところがあるというか、上に起こす時に聞いた人はみんな中毒を起こすかもしれないような歌い回しが平歌とかあるけど、そのぐらいがちょうどいい曲だろうなっていうふうに。それはなぜかというと、すごくこう肩の力が抜けてて緊張感がなくて、そこが安心感の中で聴ける曲だからみたいな、そんなイメージでしたね。素晴らしい。すげえのできた。